こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回は以前から悩んでいます足回りの異音について少し進展がありましたのでシェアしたいと思います。今こちらはサスペンションの内部を映していました。この足回りのキーキーという音だったりコンコンという音、ずっとついて回って結構頭を抱えていたのですが、先日コントロールアームを交換しました。動画のリンクは概要欄に貼っておきます。そしてそのコントロールアーム左右それぞれ2本合計4本セットを購入して、とりあえず左側のコントロールアーム1本だけ交換したという状態です。下にこう潜って、こちらですね、この黒光りしている新品のアームです。そしてもう1本はその奥にありまして、それも近々交換しようと思います。交換したアームを見てみると、もうブッシュ周り、ボールジョイントなどがへたっていましたので、交換時期かなということで、そしてもう一つ奥にありますアームも、もうおそらく交換した方がいいと思いますので、行っていくのですが、異音の原因としてはもしかしたら違うのかなと、こちらですね。こちらを今後書いていきたいと思います。そして今回の動画の内容としましては、このコントロールアーム2本、それが異音の原因ではない可能性が出てきました。一旦今現状どのような音がするのか試しに走ってみましたので聞いてみてください。やっぱり小さな段差を超えるとコンコンという音、そして大きめの段差を超えるとキーキーという音がします。結構車内にいても気になる音になってます。結構な音ですよね。そして以前視聴者さんから教えていただきました、もしかすると車体の上側、近く側に原因があるかもしれない。そしてこのサスペンションが伸びた時に音がしているかもしれないと教えていただきました。ありがとうございます。ということで今回は一番サスペンションの上側、サスペンションのストラットマウントと呼ばれるあたりですね、そこがもしかしたら怪しいんじゃないかと疑ってみました。そしてそれをよく見てみるとますます怪しいという感じになりましたので、この後そのパーツを見ていきたいと思います。この中のコイルの一番上ですね、このマウントの部分、車体につながっている部分、一旦このパーツリストでご紹介したいと思います。こちらのサイトも概要欄に貼っておきます。フロントアクセルとアクスルというところを選びまして、そしてこの絵を頼りにこう見ていきます。そうしますとこちらがサスペンション周りなんですけども、ここの図が上にここに出てきます。そしてアブソーバー見えますね。でそのまま線をたどっていきますとコイルがあります。この線をぐーっとでここにコイルがありまして、その上についているラバー系のこういったブッシュブーツとかですね。でここのドーナツ型をしたゴム製のスポンジなんでしょうかね、ブッシュ、そしてこのシルバーの金属のマウント、そしてその上にもう一つ同じような形のドーナツ型のブッシュ、これが結構問題があると言いますか、劣化しやすいというのを BMW のフォーラムで読みました。そしてこれが一番上についているナットですね。ということで一旦この下にずらっと
そのそれぞれの番号に対応したパーツが載っていますが、ナットもねこういった感じでそのネジの大きさ、ピッチとかをねこう情報も載っていますので、だいたい使う工具の見当がつきます。おそらく M12 なので 17mm とか 19mm のソケットだと思います。はい、それではこのプッシュちょっと拡大します。この8番とそして10番ですね。この9番の大きなマウントの上下に挟み込んであるもので、そしてその上に11番の幅広のワッシャーのようなものがあって、上から12番のナットで押さえつけられているという構造です。こちらは下から見て、上のシルバーのマウントの中にこの奥ですね。はい。おそらくここから見えるはずなんですが、見えないということはもしかしたらもう朽ち果てているのかもしれません。そして今度は上の方から、ボンネットの中から見ていきたいと思います。先ほどの図で示しました10番のパーツにあたります。以前直しましたバルクヘッド、ちょっとねまた壊れかけてきていますが、その下にあります。こちらですね。この12番のナットとその下にワッシャーのような11番のこのパーツ、その下に10番が隠れていますが、おそらくこの10番、そしてその下にある8番がもうなくなってしまって、で金属同士がマウントと11番とかそういったところが当たってしまって音がしているのではないかというのが今回の推測です。揺らしてみました。このギシギシいう音は手前のクォーターパネルとか樹脂系のパーツに手が当たった音なので、こう揺らした感じでは特に音はしませんでした。ただ結構ね簡単に動きますよね。はい、なのでこれで段差に当たった時にやっぱり金属同士が触れ合って音がしているのかなと。はい、そしてここのパーツにアクセスするのはもうこの上の網網のカバーとバルクヘッドを外せば OK だと思いますので、比較的作業はしやすそうです。ということでこのブッシュをオーダーしまして、まずこちらから交換をして、そしてまだそれでも音がしたままでしたら、なるべく早く下のもう一本のコントロールアームを交換するのが合理的かなと思います。それでは実際に僕が今注文しているパーツをご紹介したいと思います。なんとか確信に迫ってきているようでワクワクしておりますが、ちょっとねこれ値段がとんでもないものがたくさん出ていますが、その下こちらがマウントのアッセンブリ、そしてこのドーナツ型単品でも売ってますね。カナダドルで30ドルぐらいなので日本円で2000円ぐらいでしょうか。ただ同じようなパーツでも送料込みで1万円近くするものも、このグレーのかっこいいですよね。これも3、4000円ぐらいしてしまうんですかね。なのでなるべく安く、一番安くて、そしてストアの評価が高いところから購入したいと思います。これは本体価格は1000円ちょっとですが、送料が7、8000円すると。はい。で、一応パーツナンバー、先ほどのパーツリストに戻ってコピーをしまして、そしてもう一回eBay の方で入力して、そのパーツナンバーから探してみたいと思います。そっちの方がね、確実なので。ということで、結構ね、安いの出てきました。日本円で300円ぐらいでしょうか。ただこちらのストアは評価が低かったので、もうちょっと見まして、で、こちらですね。2ピースセットということで、左右の一番上の方のブッシュ、10番となっていたものです。こちらを購入していこうかなと。はい。こんな感じのドーナツ型左右セット。そして先ほどのパーツリストでマウントの下側に入っていた8番の方は、もうそのストラット自体を外さないと交換できないということでした。こちらストア評価高いですね。なので、まず10番の上の方はもう上のナットを外すだけで交換できそうなので、こちらだけオーダーをしようかなと思います。
そしてコントロールアームも変えて、それでも音がするのであれば、もうストラット自体、そしてマウントごと変えた方がいいのかなと、そういったプランで直していきたいと思います。こちらがパーツナンバーで、はい、合ってますね。で、10番の今回このオーダーするパーツがエンジンルーム内、やっぱり熱くなって劣化しやすいということなので、これが原因であってくれたらなと。そしてちなみにマウントのページも見ています。マウントのアッセンブリですね。これが今ちらっと映りましたが、4000円ぐらいとのことで、これもそこまで高くなさそうですね。ただ作業がちょっと複雑になってくると思いますので、まずはこの一番上の方のブッシュのみを交換して様子を見ていこうかなと思っています。もうこのイオンに逆に慣れてしまったので、なくなる日が来るというのは寂しい気もしますが、早くお別れできるように頑張っていきたいと思います。今後のこちら足回りのイオン修理また見たいという方は、ぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。